お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、統帥権を総覧する大元帥であった天皇陛下を支えた軍人らで構成された、知られざる軍事機関、元帥府を開設する。元帥って軍人の階級じゃないの？例えばヒトラー総統率いるナチス政権では、陸軍や空軍で元帥が大量生産されたんだが、日本の場合だと、元帥府に列席するのは選ばれた陸海軍大将であり、その身分は元帥陸軍大将または元帥海軍大将というややこしい呼称となる。元帥と聞くと、軍の階級の最上級のイメージを想起するけどね。某漫画における海軍のトップが元帥だしな。戦前の日本陸海軍における元帥たちは、日本軍の特性が考慮された、ある意味特殊な集団だった。その日本軍における元帥の話をしていこう。ちなみに、当チャンネルの非公開の限定動画を視聴できるメンバーシップにつきまして、動画の最後に紹介をしております。まず、元帥府の成り立ちから見ていこう。明治憲法の第11条において陸海軍を統帥すと規定され、いわゆる統帥体験を持つ天皇に、軍務上のいわば補佐役が必要であるという考えは明治政府において共有されていた。そこで、その補佐役をどのように設置するか、非常にややこしい経緯が展開された。具体的に何に関して補佐をする必要があるの？軍事に関する事項については、統帥体験のある天皇とはいえ、一人で検討して判断を下すのではなく、後年の陸軍大臣たる陸軍卿や、後年の参謀総長たる参謀本部長が上層の上で天皇が裁可をするという建前だった。そして、陸軍卿や参謀本部長が上層して天皇が裁可する事項は、軍の作戦や軍内のルールに至るまで、幅広い領域に及んでいた。陸軍大臣や参謀総長は内閣総理大臣に承認を仰ぐんじゃないの？これはね、帝国陸海軍の特権なんだが、医薬上層権といって、首相の頭越しに、統治権の総覧者たる天皇に提案をして裁可を仰ぐことができるというシステムだったんだ。帝国陸海軍、特に陸軍はこのシステムをよく活用し、時代によっては気に食わない内閣を当閣に追い込むために活用した事例もある。曰く付きのシステムだ。天皇は陸軍卿や参謀本部長の上層をストレートに裁可してたの？いや、明治天皇の場合、裁可の前に頻繁に意見を求めていた重要人物がいた。誰？その重要人物って？山形有朋だ。言わずと知れた巨大なる実力を誇った元君だ。反発の権下のような印象で語られる側面があるが、陸軍の整備や地方自治など残した業績が多いという側面もある。この山形有朋は、特に軍事面に関して、明治天皇から信頼を寄せられており、たびたび明治天皇からのご下問に対し意見を述べている。元君個人が補佐役としての機関を担っていたんだね。出来たてほやほやの明治政府ならではの現象と言えるかもしれない。そして、元帥という存在が日本軍に誕生する伏線として、ある機関の存亡が軍部で取り沙汰されることとなる。ある機関とは？その名は、官軍部だ。全く存じ上げないんだが、何を担当したの？官軍部は陸軍の歴史において割と初期に消滅したので有名ではないと思われる。担当した職務は、軍内の教育統括と検閲の実施、それから戦時には複数の師団を統率する軍団長たる官軍を要する役所だ。後年の教育総監部的な。教育関係は後年の教育総監部に類似している。しかし、この官軍部が消滅した背景には、教育関係以外の、ある理由が作用した。ある理由って何？先ほど言及した官軍部の担当職務のうち、複数の師団を統率する戦時下の軍団長という役割に批判があったんだ。この役割は、日本では無意味なのではないかという批判だった。軍団長は必要じゃないの？この官軍部と軍団長というシステムは、プロイセン陸軍を参考に導入されたシステムなんだが、国が軍を持つのではなく、軍が国を持つとまで揶揄された大陸軍国たるプロイセン王国やドイツ帝国であれば、平時から軍団長レベルの司令官を準備しておく必要はあったが、日本の場合、まだまだ師団の数も足りない中で、さらに上位組織たる軍団の司令官を平和な時期から準備しておくのは、組織の規模からして必要性がないのではないか、という考えがあった。師団数が拡充され、日清戦争、日露戦争と対外戦争に踏み切る時代となれば話は別だったかもしれないけどね。しかも、
この官軍部のポストは、高齢だが卓抜な戦功を持つという、軍としては退職干渉をしにくい将軍クラスのために用意されたポストであるという指摘も多く、やはり評判の良いものではなかった。日本もドイツもポストの用意に頭を悩ませてたんだな。もろもろ批判のある官軍部は廃止せざるを得ないという空気が醸成される中、教育を担う新しい部署を設置したとしても、もう一つ、処理しないといけない問題があった。どんな問題？匿名検閲を誰が行うのかという問題だ。匿名検閲って何？匿名検閲は、天皇の勅命に基づく検閲であり、陸軍においては勅命を受けた官軍がこれを行ってたところ、官軍部を廃止したら、天皇に代わって匿名検閲を行う人がいないではないかという問題が生じた。その問題は重要なの？明治天皇は、ことのほかこの匿名検閲を重視していたそうだ。明治憲法における統帥大権に基づき、ご自身の勅命によって、日本各地の諸部隊を官軍により検閲させることの意義を新生日本の原種として感じていたのではないだろうか。その結果、予算を無駄に食う官軍部を廃止するにしても、教育は教育総監部に引き継がせる一方、匿名検閲の業務をどこに引き継がせるかという問題を解決すべく、浮上したのが、元帥だった。元帥設置の最初の理由は検閲だったのか。もう一つ理由があり、それは先ほど言及した山形有朋に対するご下問に関係する。すなわち、明治天皇の山形有朋に対する熱い信任もあり、天皇から山形有朋に対するご下問は年数に従い機会が増えていった。山形有朋がこのご下問を恣意的に利用しようと思えばできる機会が増えた構図だったが、山形有朋は独断によりご下問に答えることは控えるよう努力していたようで、天皇に対する放蕩内容については、後年元帥となる大山巌や小松宮昭仁親王に相談した上で放蕩したそうだ。この山形有朋に対するご下問について、山形有朋個人に対するものではなく、制度化してきちっとした手続きにのっとって、天皇が助言を得られるようにしようという試みも理由としてあった。元老が不老不死なわけではないもんね。その結果、首相や枢密院議長に次ぐ権威ある地位として、元帥が誕生したわけだ。元帥って階級なの？いや、階級ではない。大元帥率いる陸海軍の軍人の最高位の階級は大将だ。元帥府が設置される際、この大将がさらに累進する階級としての元帥も検討されたんだが、結果として、元帥府が陸海軍の軍政や軍令に過度の干渉をすることを防ぐ必要があったことや、先行卓抜な老将軍のためのポストという性質も関係し、元帥は階級とはならなかった。元帥には誰が任命されたの？陸軍大将からは山形有朋、大山巌、小松宮昭仁親王、海軍大将からは西郷継道が元帥府に列せられ、それぞれ元帥陸軍大将、元帥海軍大将となった。小松宮昭仁親王って何をした人？小松宮昭仁親王は、戊辰戦争では官軍の総督として指揮を担い、西南戦争、日清戦争などで活躍した皇族軍人だ。軍務に造詣が深く、皇族の男子はすべからく軍務に就くべきという考えを奨励し、明治天皇からもしばしばご下問を受ける信頼を寄せられた。この初代元帥らを見ると、老将軍の天下りポストって感じはしないね。この時期には山形有朋はじめ元君が健在だったから、ポストの用意という趣旨よりは、天皇に対する軍事的助言の制度化という趣旨が大きかったのかもね。元帥は何を助言したの？天皇からの指準に基づき、元帥らが討議した事項は、中将を対象に昇進させる人事案件や、帝国国防方針の改定、さらには深刻で勃発した義和団事件に関してなど多岐にわたる。発足当初は、自らも元帥に就任した山形有朋陸軍大将が指導力を発揮し、時には陸海軍当局と意見の違う報答をするなど、元帥府としての気骨も見せつつ、軍に関する天皇の疑問解消に励んだ。しかし、元君が死去し、強力な指導力を持つ元帥が見られないようになると、やがて元帥府は形骸化していった。山形有朋世代以降の元帥には誰がなったの？皇族以外にも有名なところとしては、第二次世界大戦中、元帥海軍大将として、
連合艦隊司令長官として戦死した山本五十六、同じく連合艦隊司令長官として戦死した小上根一、さらに長野治美が選任されている。さらに、元帥陸軍大将としては、ビリケン宰相寺内正武の息子さんである寺内久一、昭和天皇の信任が厚かった畑俊六、そして陸軍三長官をすべて歴任した航空畑の大将である杉山はじめが元帥に選任されている。それら元帥は第二次世界大戦で活躍できたかな？元帥府に列する元帥として、という意味では活躍に乏しかった。何せ山本五十六や小上根一は戦死後に元帥となったから、元帥としての発言の機会はなかった。加えて、太平洋での戦局悪化を受けても、無理な要求だったかもしれないが、昭和天皇からの批准に対し、元帥府から妙案が出ることはなかった。結局のところ、元帥府は、元君という明治政府の創業者的な力を持つ人物が就任してこそ初めて機能する称号であり、元君の世代が没して以降は、名誉職的なものになってしまったという印象は拭えない。さて、以上の通り元帥府の解説をしてきたが、大日本帝国陸軍の軍人を中心にした本チャンネルのメンバーシップもよろしくお願いいたします。メンバーシップって何を得られるの？画面にあるバッジの使用、メンバー限定の動画視聴などの特典があります。詳しくは画面下の概要欄にあるメンバーになる、というボタンを押しますと詳しい紹介動画を見ることができます。ちなみにボタンを押してもすぐメンバーに申し込むことにはならず、紹介動画が流れるだけですのでご安心ください。また、概要欄の URL をクリックしても紹介動画を見ることができます。ここまで見てくれた人、ありがとう。秋田号を引き続きよろしくお願いいたします。